休業支援金、また給付金についてでありますけれども、ご承知の通りですね、7月10日からでありますけれど、郵送で、申請を受け付けておりますが、この度ですね、オンライン申請について、セキュリティ等々の確保、これをしっかりとしながら、入念のテストも行っていたところでありますけれども、準備ができましたので、受付を開始をさせていただきたいと、オンライン申請が可能になるということでございます。受付時間等々、プレス資料の方で、記載をしておると思いますけれども、推奨環境といたしましては、現在のところ、Windows 10においてですね、マイクロソフトのエッジでですね、動作が確認されておるということでありまして、スマートフォンなどの他の環境に関しましてはですね、並行して確認中でございますので、問題がなければ、おおむね1週間から10日後ぐらいにですね、順次追加をしていきたいと、厚生労働省のホームページでお知らせをしてまいりたいというふうに思っております。申請処理等々の準備のほどをよろしくお願いいたしたいというふうに思います。続きまして3つ目でありますが、新型コロナウイルス感染症、指定感染症としてですね、定める等の政令の一部を改正する政令の閣議決定でありますが、本日ですね、今申し上げたとおり、政令、これを閣議決定をいたしました。一部を改正するということでありまして、もうご承知だと思いますけれども、指定感染症として政令で指定をいたしておりますけれども、講ずることができる措置というもの、これを個別に決めているというのが、この指定感染症でございます。で、これまでいろいろと明らかになった知見がございまして、その中において医療機関でありますとか保健所、ここに負荷が非常にかかっておるというようなお話が、今までもあったわけであります。で、そういう意味からいたしますと、こういう観点からですね、見直しをすべきであるというようなご意見もいただいておりまして、具体的にはですね、もうご承知の通り、入院措置ですね、措置入院に関してでありますけれども、今まではすべて感染者の方々に対してですね、できるというような規定でございました。結果ですね、軽症無症状者に関してもですね、入院を優先されるというような、まずは入院というような、そういう対応をいただいてきたところもあるわけでありまして、これを改めですね、入院患者というような意味ですね、重い方々にですね、こういう方々に関しては、高齢者や基礎疾患を持っている方々、こういう重症リスクのある方々に限ってですね、重症者、中等症者のような形で入院をいただくというような形になってくるということと同時に、高齢者、基礎疾患の方々が症状がないといいますか、重い症状が見られないという方々も、そういう方々は入院をしていただきますけれども、それ以外の方々に関してはですね、入院以外の対応という形で、療養施設等々を含めて、療養いただくというような一応形です。ただし、これも東京等々を含めた都市部、比較的検査件数が多くて、感染者が一定程度おられるところはですね、このような対応を、要望としてあったわけでありますが、一方で、一部、知事会の皆様方からもですね、感染者があまり見られない地域で、医療機関等々にまだ余裕がある、そういうような地域に関しては、感染防止の意味から、今まで通り、たとえ高齢者や基礎疾患を持っていない、そういうような重症化リスクのあまりない方々であっても、症状がない方々、軽い症状、比較的軽い症状の方々に関しても入院をさせれるようにしていただきたいというようなご要望がありました。そういうことでありまして、合理的、都道府県知事の合理的かつ柔軟な対応を認めるというような形になっておりますので、そこは臨機応変にですね、それぞれの地域において都道府県知事さんがですね、ご判断をされて対応いただければというふうに思います。
もう一つはですね、疑似症患者の方々でありますが、今まではこれ保健所に全てお届けをいただいておりました。ただ、これからはですね、インフルエンザの流行の心配もあります。インフルエンザとコロナと、両方と分からないという形で発熱された方々がですね、検査をされるということになりますと、これは非常に多くの方々が、報告をいただかなきゃならないと。検査の結果が分かるまでで、疑似症患者ということで、保健所に全てということになりますと、かなりの数が想定されるわけでありまして、そこでですね、入院の場合、つまり疑似症患者は入院の場合の方に限って、保健所に報告をしていただくということでございまして、それ以外の方々は保健所に報告をしなくてもいいというふうな形に、ここを改正をさせていただきたいというふうなことであります。なお、入院措置に関しましては10月の24日から、疑似症患者の届け出見直しに関しては10月14日から、それぞれ施行を行っていきたいと思っております。